皆さんこんにちは、いちです。今日は大粒のブルーベリーを使って作るタルトのご紹介です。近所の大型スーパーで購入したこちらのブルーベリーは1箱で 1kg を12ユーロで購入することができました。産地はポルトガル産です。甘みと酸味のバランスが絶妙で、そのまま食べられるブルーベリーは美味しいですよね。みずみずしくて口の中で弾ける食感のブルーベリーをたっぷり使って作るタルトは僕の大好物です。それでは早速タルト生地から作っていきます。タルト生地を作る上でまず重要なポイントはバターを必ず室温に戻しておくことです。フランスでタルト生地を作るときは室温が安定しているこの5月から6月に作るのはとっても作りやすいですね。ゴムベラを使ってバターを軽く練ってから粉糖を加えました。使用する前の粉糖はダマになっていることがよくあるので、一度ふるってからバターと合わせました。バターと粉糖をしっかり混ぜ合わせてから溶きほぐしておいた全卵を4回から5回に分けて加えます。全卵は必ず常温のものを使用します。卵が冷たいと室温のバターと合わせるときに分離する原因となるからです。また全卵はしっかり溶きほぐしておきましょう。しっかりほぐしていないと溶き卵が一気に流れてしまい、そのまま混ぜてしまうとこれもまた分離する原因になるからです。溶き卵とバターがしっかり混ざったのを確認できたら、少しずつ次の溶き卵を加えるという工程を繰り返します。地味な作業ですがとても大事な工程です。分離をごまかすのに途中で小麦粉を加えてしまうと仕上がりの食感が硬くなってしまうので注意しましょう。このようにマヨネーズのような状態になったら OK です。アーモンドパウダーを入れましたが、なければ薄力粉に置き換えても全く問題ありません。今回は香ばしい香りを少しでも強調したかったのでアーモンドパウダーを加えました。しっかり練り合わせたらあらかじめふるっておいた薄力粉を加えます。初めから勢いよく混ぜると薄力粉が飛び散ってしまうので、初めはゴムベラで切るようにして少しずつ混ぜます。ある程度混ざったところでゴムベラで上から押し付けるようにして生地をまとめます。生地がまとまったらラップの上に移動させて四角く、そして平らに形を整えます。ラップで包んだら冷蔵庫の中で1時間休ませます。パートシュクレを休ませている間にアーモンドクリームの準備をします。アーモンドクリームの作り方で注意する点はパートシュクレとほとんど同じです。室温に戻したバターを練った後、ふるった粉糖を加えてしっかり練り合わせます。つなぎを良くするためにコーンスターチをほんの少量加えていますが、材料は全て同じ分量で合わせて作るのがアーモンドクリームの基本的なレシピです。粉糖がバターになじむようにしっかり混ぜます。こちらの溶き卵も常温に戻してあるものでしっかり溶きほぐしています。少しずつ加えてバターと溶き卵をつなぎます。僕はゴムベラで混ぜていますが、アーモンドクリームはホイッパー使った方が混ぜやすいのでゴムベラはおすすめしませんね。ちょっと半分意地になってゴムベラで一生懸命混ぜていますが、結構大変なのでほんとゴムベラはおすすめできません。溶き卵を全部加えてバターと合わせたら、最後にアーモンドパウダーを加えてしっかり混ぜ合わせます。すべての材料を合わせたらこちらも1時間ほど冷蔵庫で休ませてください。続いて作るのはタルトの上に塗るブルーベリーのピューレです。今回はたくさんフレッシュのブルーベリーがあるのでフレッシュを使いますが、冷凍のブルーベリーでももちろん代用することができます。冷凍のブルーベリーを使う場合は必ず解凍させてから出てきた水分をしっかり拭き取った後に調理工程を行ってください。作り方はブルーベリーとグラニュー糖を中火にかけます。鍋の中でゴムベラなどを使ってブルーベリーを潰します。少量で作る場合はこのやり方でいいと思いますが、たくさん作る場合はあらかじめミキサーなどでピューレにしてから鍋にかけた方が作業がしやすいと思います。
液体が半分くらいに煮詰まったところでレモン果汁を加えて一煮立ちさせます。軽くとろみがついたぐらいで別の容器に移してミキサーにかけます。ピューレの量が少ないのでハンドミキサーを使ってブルーベリーをピューレ状にします。あらかじめ冷水でふやかし水気を切った板ゼラチンを加えたら滑らかになるまでハンドミキサーにかけます。別の容器に移して冷蔵庫で3時間ほど冷やして一度固めます。それでは冷蔵庫で1時間ほど休ませたパートシュクレを伸ばします。冷蔵庫から出したばかりだと生地はバターのように硬いので、初めは綿棒を使って上から押し付けるようにして少しずつ生地をほぐします。それと作業台と綿棒に生地がくっつかないように打ち粉の強力粉は忘れないでください。生地を伸ばす時のポイントは一気に伸ばすのではなく、生地の角度を少しずつ変えながら伸ばしていきましょう。夏場など室温が高い場合、素早く作業を行わないと生地がだれやすく扱いにくいので、タルト型にはめる前に冷蔵庫もしくは冷凍庫で5分ほど休ませてあげると作業がしやすくなります。生地をタルト型にはめるときは外側の生地を持ち上げて角が決まるように指で優しく角を押しながら少しずつ型にはめます。角が決まったら綿棒を使って余分な生地を取り除きます。余分な生地は一つにまとめて冷凍保存できるので、次回作る際に取っておくこともできますし、再び同じように伸ばしてお好みのクッキー型で抜いてクッキーとして仕上げて楽しむこともできます。最後、形を整えるのにタルト型の側面の生地を指でしっかり押さえつけると再び余分な部分が出てくるので包丁で切り取ります。フォークで生地全体に穴を開けて空気の逃げ道を作ったら170度に設定したオーブンでパートシュクレを15分から17分間焼きます。ここでは焼き色をつけるまで焼かずに型から外しても形が保てるほどの半焼き状態まで焼きます。オーブンから出したらケーキクーラーの上に置いて粗熱を取ります。今回は20分ほど休ませました。粗熱が取れたらタルト型を外し、空焼きしたタルト生地にアーモンドクリームを入れます。冷蔵庫から出したばかりのアーモンドクリームはバターのように硬いので、室温で10分ほど置いてからゴムベラで柔らかく滑らかになるまでほぐしてあります。きれいに型に詰めやすくするためにアーモンドクリームを絞り袋に入れてタルト型に絞り出す方がきれいに素早くタルト生地にアーモンドクリームを入れることができます。ただ今回のようにタルト型1台のためにわざわざ絞り袋を使って洗い物を増やすのも嫌なので、僕は直接ゴムベラで少し面倒ですがアーモンドクリームを平らにならしています。アーモンドクリームの中に入れるブルーベリーは冷凍のブルーベリーを使う際必ず解凍させ、キッチンペーパーなどで水分をしっかり拭き取った後クリームの中に入れてください。再び170度のオーブンで17分間入れて焼き上げます。オーブンから出したらタルトが熱々のうちにオレンジリキュールのグランマルニエを表面に軽く染み込ませました。お好みでキルシュなどもいいですし、なくても全然美味しい仕上がりになるのでご心配なく。30分以上ケーキクーラーの上に置いて粗熱を取っておきます。冷蔵庫で冷やし固めたブルーベリーのピューレをタルト生地の表面に塗ります。使用する前にピューレやゴムベラなどを使ってしっかりほぐしてください。滑らかな状態になったらピューレをタルト生地の上に流してきれいに平らにならします。ピューレの中にはゼラチンを入れているので、冷蔵庫に入れて適度な硬さに再び冷やし固まり、ピューレがだれることはないので、たっぷりブルーベリーのピューレは表面に塗ってください。ここまでできたら、あとは仕上げのブルーベリーを表面にのせるだけです。ブルーベリーをのせる順番に特にこだわりはありませんが、僕は粒の大きいブルーベリーを外側に並べてから徐々に小さい形のブルーベリーが内側になるように並べました。またブルーベリーの同じ面が表面になるようにすると綺麗な仕上がりになりやすいと思います。こういったお菓子作りの最後の仕上げやフルーツをのせる工程ってなんか好きなんですよね。シンプルに綺麗に仕上げる工程が無心になれて心が落ち着くんですよね。
ブルーベリーをすべて乗せ終えたら冷蔵庫で30分ほど休ませると、ブルーベリーのピューレが適度に固まってカットするときに断面の形がきれいに保ちやすくなります。タルトは出来たてがとっても美味しいですが、紹介したレシピは蓋をして3日間冷蔵庫で保管することができ、美味しいタルトの食感も損なわれずに最後まで美味しく召し上がることができます。こんな感じで綺麗な断面のタルトってほんと魅力的ですよね。最高ですね。いちごやマンゴー、フランボワーズなど鮮やかな色のフルーツタルトも魅力的ですが、単色のブルーベリーのタルトも見ててとっても癒されますよね。一人暮らしでカロリーも健康も気にしなければ、この大きさのタルトだったらほんと一人で独り占めしたいですよね。タルト生地の心地よい食感にアーモンドクリームのコク、そしてフレッシュのブルーベリーの適度な酸味と甘みが一体となるブルーベリータルトは僕のお気に入りです。もう手を使って上品に食べない方が美味しく感じますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。